金がねえ。マジで金がねえ。ここ最近知らん間に残高がやばいことになっている。ハズブロマーベルレジェンドから X23 ローラちゃんですね。と、ウォーパスの2パックの紹介です。ここに表記されている通り、2人とも X フォース版ですね。いやね、金なさすぎてこれスルーしようと思ったんですが、もう辛抱たまらんということで購入しちゃいました。裏を見ると、X フォースって時期によってメンバーが変わり、その数も膨大で全部把握しきれないんですけど、このカバーアートを見る限りね、多分ね、2008年刊行のこれ第3期だっけな、4期どっちだっけな、 X フォースね、3期だったかな。このウルビー率いる超武闘派チームね、このローラのカバーアートがね、めっさかっこいいんですよね。これバリアントカバーだっけな。よし、では開けていきましょう。よいしょ。どんな感じでしょうか。出てこい、ゾワッと。じゃあお目当てのローラちゃんから見ていこうか。よいしょ。よし、出てこい、ローラちゃん。かっこかわいいな。スメルスグレット。よし、ウォーパス。これね、旧素体なんですけど、これいいんですよね、体格が。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。ではまず X23 ことローラ・キニーから見ていこう。アニメでデビューし、その後コミックで登場するや一気に人気キャラクターへ。しかしその出生は想像を絶する凄まじいもの。ウルヴァリンの実験を再現する計画、ウェポン X において、ウルヴァリンのクローンとして作られる。Y 染色体が欠如した DNA サンプルから作られたので、XX 型の女性として生まれ、23回目の実験で誕生したことから X23 と名付けられる。殺戮マシーンとして日々地獄のような苦痛を与えられながら育成。それを不憫に思った代理母体として文字通りお腹を痛めて X23 を生んだキニー博士には深い愛情を持って育てられる。この X23、とある薬品の匂いを嗅ぐと、それがトリガーとなってバーサーカーレイジという暴走モードが発動して、周囲の誰構わず殺めてしまうようになる。物語が進み、なんやかんやでキニー博士が X23 と共に研究所から脱走することを決意。X23 はキニー博士の言う通り、ウェポン X の研究主任であるザンダーや他の研究員たちを殺害し、施設も爆破する。そして最後の最後にキニー博士と落ち合った瞬間、X23 はここでバーサーカーレイジが発動し、キニー博士を殺めてしまう。なんとザンダー主任は前もってキニー博士の髪の毛にトリガーとなる薬品を振りかけていたんですね。キニー博士、今はの際に愛してると一言。そして残された X23 宛ての手紙には、愛しのローラとあったんですね。そこから彼女はローラと名乗るようになる。素体の方は小さめの女性素体ですね。先ほどキニー博士に見立てた近年の女性素体のクレアと並べると少し小さいのがわかりますね。ブーツの方なんですけど、これは多分新規パーツかな。ウルヴァリンが結成した暗殺チーム X フォースのコスチュームですね。個人的にはレザースーツの X23 が欲しかったんですけど、これはこれでかっこいいですね。拳からはしっかりとアダマンチウムクローが2本出ています。このクロー多分取り外しは可能なんですけど、交換用手首パーツに握り手がつくので取り外すメリットはありませんね。X23 といえばやっぱこれですね。つま先からも生えるアダマンチウムクロー。これを使った戦いがね、めっちゃかっこいいんですよね。取り外しはね、これ多分できないですね。硬い。接着されているかもしれないですね。頭部を見てみましょう。アンマスク状態の食いしばり顔で、これがめっちゃよくできていますね。個人的にはもうちょっと幼さが欲しいところではあるんですけど、向こうの方からすれば十分これで幼い造形なんでしょうね。
そしてこちらは X フォースメンバーお揃いのマスクを着用の叫び顔。この表情がね、すっげーよくできていてかっこいいですね。これこそウルヴァリンのクローンって感じがして素晴らしいです。髪の毛もなびいたような造形で躍動感があっていい。マスクや口の口内、塗装綺麗ですね。髪型が原作をしっかりと再現してくれているのもまた嬉しい。ただね、惜しむべくはもう一つ頭部、通常顔が欲しかったかな。ローラ普段ね、めっちゃ可愛らしい顔してるんで、今の技術で通常顔が欲しかったですね。可動範囲いきましょう。まずは頭部。上はこの髪の毛が干渉してほぼいかないですね。これはこちらの食いしばり顔でも同じかな。うつむきここまでいけて、ぐるりと一周は多分できますね。傾きもちょっと取れるかな。肩にはバタフライ機構はなくて、横へはこうで、ぐるりと一周できて、二の腕バイセップスがあって、肘がピンレスの二重でここまで曲がり、手首はこのような可動ですね。胴体の方は接続箇所は胸だけですね。腰ないんですよね。もう腰の可動欲しい。後ろへはここまでいけて、うつむきね、あんまりいかないんですよね。ぐるりと一周回って、傾き少し取れますね。股関節に引き出し機構はありません。前はこうで、後ろへはここまでいけて、また割りてきて、ももにロールがあって、膝がピンレスの二重でここまでで、ブーツでロールありますね。足首後ろはこうで、前はこうで傾き取れて、つま先可動はありません。交換用手首パーツは握り手と開き手それぞれ左右分。では次にジェームズ・プラウドスターウォーパスいきましょう。彼の兄のジョンがサンダーバードというヒーローで活躍していたんですが、死亡してしまい、2代目サンダーバードとしてこのジェームスが登場。その後いろいろあって X フォースに入りウォーパスと名乗る。このウォーパスね、ちょっとした思い出がありまして、本当にちょっとしたことなんですけど、キャラクター的にあまり詳しくないんですけど、この見た目がね、すごい好みで、キャラの詳細知らないけど、理屈抜きで好きになりますよね、アメと言って。で、結構昔にマーベルレジェンドで、デッドプールとの2パックで、この X フォースコスでウォーパス発売されたことがあって、それがね、めっちゃかっこよくて、すごい欲しかったんですけど、お金がなくてね、買えなくて。で、そのデッドプールが赤いコスチュームで、人気なのか、あれよあれよと、気づけばなくなって、プレネになる始末。そうして巡り巡って今に至り、またいつもに増して金がない時に目の前に現れてくれましたよ、このウォーパス。あの時のお礼のリベンジと言わんばかりにね、無理して購入したんですけど、財政逼迫しているんですけどね、後悔はありません。なんだかんだ叫んでもね、やりたいことはやるべきで、そう言い聞かします。残高は見ないね。素体の方は何かの大型キャラクターの流用ではあると思いますね。肘や膝の関節にピンが使われているあたり、ちょっと古めの素体ですね。ただ、上半身にはバタフライ機構が備わっていたり、あとこの胸の部分、ボールジョイントであったり、そして何より全体的なプロポーションがいいので、古臭さは全く感じませんね。頭部を見てみましょう。これは新規パーツですね、多分。サンダーバードは何回かレジェンド化されていますが、それの流用ではないでしょうね。マスクの塗装も綺麗ですね。いや、かっこいい。髪の毛の造形もいい。でもね、もう一つ頭部パーツ、食いしばり顔とか叫び顔が欲しかったですね。真顔だとね、遊びがいがない。可動範囲いきましょう。まずは頭部、上はここまでというかあんまりいかないかな。うつむきここまでいけて、ぐるりと一周回ってぐりぐり傾き取れますね。肩バタフライ機構がありまして、これぐらいの可動域があります。腕横へはこ
こまでいけてぐるりと一周回って腕の付け根で回りまして、二の腕バイセップスがあって、肘が二重でここまでで、手首はこれぐらいの可動ですね。胴体接続箇所は胸と腰ですね。で、胸の方はボールジョイントですね。後ろへはここまでいけて、前はこうで、胸のあたりでぐりぐり傾きも取れて、腰はね、お腹が縦軸のみですね。で、股関節に引き出し機構はなくて、前はこうで、後ろへはこうで、また割ってきて、ももにロールがありまして、膝がここまでいけて、ブーツでの可動ありまして、足首後ろへはこうで、前はこうで、傾き取れて、つま先可動はありません。付属品の方は、ウォーパスといえばやっぱりこれですね。ストームから譲り受けたビブラニウム製のボーイナイフが2振り。このナイフに惚れてさっき言ったデッドプールとの2パック欲しかったんですよね。これ逆手に持って戦うんですけど、めっちゃかっこいい。そしてそのナイフを持つ手が左右分ですね。そしてフィギュアの背面に鞘があるので、さっきのナイフを2本とも納刀することができる。サイズ比較、フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。もう一丁比較、真ん中にあるのはマフェックスの X フォースウルヴァリン。マーベルレジェンドの X フォースウルビーはね、どれもね、顔に表情がついていないんですよね。それが嫌だったんで買ってなかったんですけど、このマフェックスはね、通常顔に加えてね、こんな風にね、食いしばり顔と叫び顔が付属するんですね。しかもね、どれも出来が良くてね、めっちゃかっこいいんですよ。マフェックスとマーベルレジェンド並べてもね、全然違和感ありませんね。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。